お母さんが自ら棚心を添えて、これが美味しいんだな、お母さんこれ毎日食べても飽きないっていう、そういうお料理をいただいてもらった方がいいよね。これ命が育つ時の急所なので、命を育てるんだったらね、大量生産フードはちょっと今一つね、じじばばとか、近所の人とかがわしゃわしゃ与えるのは、はいはい、いいよ、走ってって、いいよ。はどうでしょうか。それはね、じじばばにやっぱあるタイミングで言う必要がある。で、砂糖っていうのは、砂糖を与えるっていうのはね、こういう人がいるんですって言って、例えば話したらいいと思う。ね、砂糖ってのは実は子供にとってはすごく害があると。もう骨がボロボロになっていってしまう、伸び盛りの骨が。そして神経に害がある。神経のシナプスの接続っていうのが阻害されてしまって、なぜかというとカルシウムを消費してしまうんで、砂糖はね。でカルシウムが、砂糖をたくさん摂るとカルシウムが足りなくなって神経のシナプスの接続が阻害されるの。でどういうこと？頭が悪くなってイライラする子になるの。だからね、砂糖をたくさん摂ってたこの砂糖立ちをするだけで性格が全然変わったりするんです。そしたらそれちゃんとおじいさんおばあさんに話して、中にはこういうおじいさんおばあさんもいるみたいだけどって話したらいいの。自分のね、お父さんお母さんに、中にはこういうおじいさんおばあさんもいる。自分が好かれようとして孫に毒を与える人、一時的に自分が好かれようとして孫に毒を与えるっていうのは、ちょっとそれはね、誰にとっても辛いと思うんですってことを1分で説明できるから、1分かけて説明したらいいと思うのね。本当これ申し訳ないながら、今までもらったお菓子は食べさせていませんって。だから気持ちだけね、ちょうどご先祖様にお供え物をするようにお菓子を、そういう具合に孫に向かっておじいちゃんおばあちゃんからお供え物をしてもらったっていうふうに思って気持ちだけいただいておきましたっていうと、それで砂糖の話をすると嬉しくて、そして反省して泣いたりするから、じいちゃんばあちゃんでもそういうこと知ったら自分は、ね、甘いものは食べさせないようにするでって。で甘いものって言ってね、干し柿だとか干し芋ぐらいはいいでしょう。子供は糖分をたくさん摂取する必要があるから、おっぱいをあげてるお母さんとか子供は糖分をたくさん摂取した方がいいの。ただ砂糖はいかん。砂糖は体をボロボロにしてしまうで、世界最悪のドラッグって言われてます。世界で最も多く出回って人の体を蝕んでいるドラッグ、これが精製された白砂糖って言われてる。だってこれはお互いにシェアし合ってね、老い先短いおじいさんおばあさんは甘いものが好きなら楽しんだらいいだ。それもなるべく蜂蜜とかね、メープルシロップとかがいいさ。大量生産された精白された白砂糖は毒だで、ね、それは楽しんでもらったらいい。ちなみにわしの、大変お世話になっている大野和夫先生は寝る前にコーヒー、インスタントコーヒーをドカッドカッ、白砂糖を山盛り3杯1杯のマグカップに、それをマグカップ2杯3杯ドーン並べて、でまたそれがちょっと冷めてきた頃も美味しいらしくて、それ持ち込んで夜中中ずっとまことのりながらこうやって踊ってる人だった。まことのりとこう通してるの、ずっと自分が書いたまことのりとこう見ながら夜中にずっと明け方までこうしてんの。コーヒーガブ飲みして、砂糖ガブ飲みして、霜降り牛肉が大好きでそれで93歳まで現役でバリバリ踊ってたでね。もう命の力が有り余ってる人っていうのは核のごときかってわしは見ていて知りました。それはもうそのぐらいのエネルギーをたちまち消費してしまうだよ。ほとんどアフリカ人だと思いました。アフリカの方たちっていうのもあれだけ陽のエネルギーを浴びながら生命バリバリのその独身者の方とかは同じようにコーヒー白砂糖ガンガン入れてガブ飲みしてます。そうやって陽の力っていうのをね、あの辺の方たちは抑えてるの。だから大野和はよほどか年を取ってからも陽性のエネルギー、もうお日様のごとき人だったから陽性のエネルギーが強かったんじゃないかと思います。そういう人たちを鎮めるには別に砂糖でなくてもね、マッシュルームだとか白い
じゃがいもだとか、あと豆腐、この辺が結構、陰性のエネルギーもりもりなので、この辺を食べていただいて少し鎮静化させていただいたらいいです。うちの子は砂糖を食べない代わりにじゃがいも、豆腐大好きです。で砂糖本当にまずいって感じで、砂糖菓子とかむしろ食べなくなった。放置されてたりする。その辺に置いといてもちょっと食べてまずいって言って放置されたりする。それは、ジャングルの中に住んでいるニューギニアの人たちの密林生活をしている人たちと同じで、あの人たちに砂糖菓子を与えるとすごく変な顔をしてもういらないって言うんだって。なんかやばい感じがするらしいのね、芋食って。芋を最高のご馳走として暮らしてきた方たちにはね。だから小さいうちから、砂糖中毒にしてしまうと、ちょっとその先頭が悪くなってイライラして骨がボロボロになっていいことないから。中枢神経が劣化するんよ。神経のメカニズムが劣化して感覚機能、運動機能が劣化するんよ。これは砂糖は取らん方がいい。添加物の中で最も恐ろしい類のものだと思いますので、精製された砂糖、精製された塩アウト。トレジャーじいさん、蜂蜜は大好きです。蜂蜜はスプーン一杯入れて薬草茶飲んだりしてます。それから塩、ミネラルね、ぬちますとか最高ですね。沖縄のミネラルたっぷりの塩は OK。 ただ精製された塩ってのは毒素を排泄できなくさせちゃうので、むしろアウト。ミネラルたっぷりの塩だったら塩分取りすぎなんてことはほとんどない。いくらでも塩取ったらいい。まあそんな風に、子供に説明したわけでもないのに、うちの子はおいしいお塩で作ったお味噌と醤油が大好きで、醤油なめお化けってくらいいつも醤油をなめたりお味噌なめたりしてます。おいしいものっていうのは子供は分かるだね。めちゃめちゃしょっぱい大人だったら食べられないもの平気で漬物とかバリバリ食べてるね。そういう具合に小さいうちからやっぱ訓従するっていうだか、小さい頃の味覚、5歳ぐらいまでの味覚っていうのはフォーエバーだもんで、その人にとってね。やっぱ5歳ぐらいまでに食べたものは恋しくて美味しいだよ。だってそのぐらいの年頃にあんまり真靴に連れて行ったり、真靴から持ってきたご飯を食べさせたりもしわしがチャンネル登録者さんの数1000万人の YouTuber になったとしてもだね、そういう添加物もりもりの大量生産フードを扱っているようなところの案件は決して受けません。今のうちから言っておきます。あるからね、 YouTube の中でもね、案件 TV Everyday だとかね、最初はこうヒューマンビットボックスをしていた方が、最初はブンブンで、今は最初はブンブンで、今はじゃあ案件ポンとかね、そういうことをしている方たちもおられますので、あんまりそういう高名な、YouTuber のおすすめする、大量生産フードに子供のうちから馴染んでもらうというのは、ちょっとわしはちょっと困っちゃうから、棚心添えたお母さんの心を添えたご飯をねいただくと、小さいうちから。それはここで、せっかくなのでお話しさせてもらっておきます。よろしいでしょうか。最後の手段、もちろん食べるものが何にもなかったらね、わしはもう食べるものがどんもなかったら、もちろんそのマズクナルドのハンバーガーとかいただきますよ。もう他に飲むものは何にもなかったらゴガゴーガとかもう飲みますよ。だから絶対いかんとかそういうこと言ってんじゃなくて、臨機応変です。だどっちがいいかって言ったら、マズクナルドよりはね、お母さんが自ら棚心を添えて、これが美味しいんだな、お母さんこれ毎日食べても飽きないっていう、そういうお料理をいただいてもらった方がいいよね。これ命が育つ時の急所なので、命を育てるんだったらね、大量生産フードはちょっと今一つ。もちろんね、バイトの方々は心を込めてサービスしてます。大量生産フードを扱っているアルバイトの方は心を込めてサービスしてます。とってもそれは大事なことだからね。
問題のその肝心のコンテンツがそれ食べ物としてはどうなんだろう、その人間の餌として餌って言っちゃった、餌じゃない、その人間のその、食べるものとしてはどうなんだろう、食べれば食べるほど胸がペコペコになっちゃうようなものがちょっとな、心が添えられてないと、ちょっとな、アルバイトの力、アルバイトのサーブするなんていうか、アルバイトの若い力に頼ってちょっとそこでなんていうかエネルギーを上げてるだけのフードみたいな、ちょっとなって思っちゃったりするんですね、トレジャーじいさんとしては。小さい頃からそのいわゆるジャンクフードってものを食べたことがなかった人なので、美味しい漬物、美味しい干し芋、美味しい干し柿、最高っていう、そういうもう漬物大好きなおじいさんなので、美味しいよ、お腹にもいいよ、健康にいいよって、そういう食べ物ばっかり食べてきたから、ちょっとな、コンテンツとしていまいちってものが、こうなんていうか、そういうものがこうなんていうか、こう広告代理系 YouTuber みたいな方たちが今いて、そういう方たちにあんまり紹介されていてもちょっとおじいさん心が痛くなったりします。もしチャンネル登録者数が100万人できるかな、100万人に紹介したいなっていう、そういう紹介したいことはいろいろあるので、そういう時はぜひ誰でも手軽に生み出して作ることができて、命にとって素晴らしい、そういう件を、そういうアイディアたっぷりの案件をどんどん紹介していけたらと思ってます。こっちの方もつけて。はい。できるよ。じゃーん。じゃんじゃかじゃーん。じゃあ次もう一度今度こっちから飛びます。はい。今度は走らないでいきなりこっから飛びます。じゃんじゃかじゃーん。シュワッチ。いやー、熱くないよ。ミディアムレアジーだったらどういこうかな。トントトン煙いっぱい出てるから、はい、うまく飛ぶと焦げちゃうよ。さあ丸焼きになってみよう。ジャンプ。そう、ここまで来ればいい。ここでもいい、ここでもいい。できるじゃん。やったー、やったー。火飛び越えると強くなるよ。出るかな。イエーイ。やったー。熱くなかったの？熱くはない。熱くないよね。ちょっと煙いよね。一瞬だからね。じゃあ西君は、パパと一緒にジャンプだ。暑いとこジャンプ。ボン。普通に歩いたじゃん。はい。そこで転ぶとお尻が燃えた。お尻に火がついたらお尻ペンペンして消すからね。梅干しと大豆と果物。こっち。梅干しですね。あるところに、青い梅干しと赤い梅干しが住んでいました。赤い梅干しも青い梅干しももともとはこんな綺麗な花だった。これが見ろ、梅の花だ。そして、春が来て、梅の花が咲くとそろそろたーちゃんの誕生日です。はい、花はしばらく置いておくと、種を作ることができる実になります。青い実になってそのまま置いておくと、ちょっと照れちゃって赤くなってきて、
こんなに美味しくなっていいのかなって言って、赤いほっぺたが赤くなって赤い梅さんになります。じゃあおい、梅干しを作るぞ。梅干しを作るのにはまず美味しい梅干しなーれって言って繰り返し梅干しさんに語りかけてあげます。水よ。そう、まず水をこうあげて、それから美味しい梅干しさんになーれ、美味しい梅干しさんになーる、美味しい梅干しさんになってくれると嬉しいなーって言ってね、そうやって脅しをかけます。次に、梅干し、お塩を梅干しの周りにお塩をかける。まぶします。かけるわ。かけるっていうか、かけるっていうとなんか梅干しを追いかけるみたいな感じになるでしょ。けど梅干しはマブダチなので、おマブダチ、おめえに塩をまぶすぜと言ってお塩をまぶします。次に、隙間がなく密に密着させます。濃厚接触してもらいます。そうだよ。棚添えます。ちゃんと棚添えて、みんなが仲良く、隣り合っていられるように、はい、上から重たい石をドーンと乗せます。この石はね、緑の石よりも赤い石よりもやっぱり黒い石がいいんだよ。どうしてなのか知ってますか？でっかくなった。そう、黒い石がでっかくなって、黒い石はどんどんでっかくなるからね。こうやって置いておくとね、こんなに小さかった石が置いておいて、美味しい梅干しができるといいな、美味しい梅干しができるといいなって言って見ていると、ズドーン、ある日とってもでっかくなっています。もうたーちゃんには持ち上げられません。たーちゃんが大きくなったら持ち上げられるね。でっかいですね。それから7月の初め、もうそろそろね、夏になって暑くなってくると、赤いしそ、赤じそができてくるのだ。これが赤じそだ。赤じそ作ってるよ、畑で。るいちゃんが作ってるよ、赤じそは。しそっぱと梅干しさん、しそっぱと梅さんとが仲良く一緒に遊びます。そしてたーちゃん見ろ、ここ。今度は白い石を置きます。黒い石じゃなくて、どうして白い石なのかな？知っているか、お主。白い石。赤くなってる。赤くなってね。赤くなって美味しくなってきたね、だんだんね、梅干しさんがね。梅干しさん、たーちゃん、黄色と赤い。黄色い梅干しと赤い梅干しとどっちが好きですか？この梅干し好き？これも好き。黄色いのも好き？赤い方がいい。はい。周りには紫色の小さな花が咲いています。そしてシワシワになりました。梅干しさんがシワシワになって、もうそろそろいただいてもらってもいいかなって、こうやってだんだん、亀の中からパタ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 って飛んでいってしまいました。はい戻ってきました。身がシワシワになって、おばあちゃんになって、ますます美味しくなってきます。まだこいつらは若造のガキンチョどもです。はい、おむすび。たーちゃん、おむすび作れる？作ったよね、おむすびね。おむすびの中に種を取って潰した梅干しを入れます。そうするとほっぺたが落ちて、ほっぺたが落っこちて、美味しくてほっぺたが落っこちて、なんか最近スリムになったねって言って、お友達に言ってもらえるようになります。美味しいもの食べてスリムになる。はい、梅
梅干しを使ってお魚を煮ます。はい、ほら、これはお魚なのだ。シーラカンスっていうんだよ、このお魚は。はい、そら豆を煮ます。人参さんを煮ます。ごぼうさんを煮ます。レンコンさんを煮ます。ジョン・レノンと今和の清志郎をよく煮ます。ジョン・レノンの梅で煮るとどうなるか知ってる？知ってない。ボブ・マーリーになるんだよ。ボブ・マーリーをねボブ・マーリーを醤油でよく煮ると何になるか知ってる？わかんない。ここにいるじゃないか、パパになるのはわらしべの中に入った煮豆さんは何になるのかなと納豆にある。はいおーはいいろんなお料理に使われているお味噌とお醤油、こちらはペタペタしています。こっちはトロトロしています。どちらも形は違います。そして水は大豆とお米と塩と水と麹と棚心を使って作ります。ことに大切なのは棚心、たーちゃんの棚心、パーパの棚心、マーマの棚心。そうだね、そうやって大元いだね。棚添える大元いで、それであとは菊江さんとおさむさんの棚心、たくさんの棚心が集まってみんなで握手をしていると大豆の木は豊かに育ちます。はい、お味噌ができてきた。柔らかくなった大豆、柔らかくなったお豆は、肉屋さんはブッチャー、大豆屋さんはチョッパー、このチョッパーで、細かく、ニョロニョロおそばみたいになってるね。でニョロニョロしたのを集めて、はじめに味噌玉を作って、味噌玉が、一玉の間で一晩寝かした後で、樽に入ってお味噌になります。違う、お塩を。はい、お塩を入れます。はい、このお塩ですね。お塩をたくさん入れるとしょっぱくなります。お塩をあんまり入れないと、日持ちがしなくなります。そしてたくさん棚添えておくと、どこ？こうやってたくさん棚添えるとね、これね、美味しくなっちゃいます。てんてけてんてけてんてけてんてんてん。はい、こっちの方は今度は醤油ですね。たーちゃん、つっちゃんと一緒に、ゆみちゃんと一緒にお醤油絞ったよね。こんなよ、今時のよ、なんかつるっとしたペットボトルで作ってるような醤油じゃなくてよ、はい、ここには載ってないぞ。ここにはお家で作る醤油の作り方は載っていません。醤油は人に作ってもらえるものだという本ですね。はい、お家では醤油を作りましょう。どっちのおむすびから食べますか？星型のおむすび、丸いおむすび、三角のおむすび、エアーおむすび、どちらのおむすびから食べますか？こっち。はい、エアーおむすびですね。それでは、このおむすびをこんがりよく焼いて、表面が表の方がちょっと焦げてきたところで午後25。はい、25年ほど経つとこう発酵が進んでいきます。味噌だよ、醤油だよ、油揚げだよ、カツ揚げだよ。カツ揚げっていうのは力が強い人が弱い人をいじめてお金を巻き上げることを言います。こちらが厚揚げです。こっちの方はいり豆ですね。こちらの方はね、油で揚げてるね、もどきをね、なんか何かのふりをしてる人をもどきって言って、もどきを油の中に放り込んでカラッと揚げてあげるといいのね。これはなんか未練症状というがんもどきですね。きなこ、お豆をひいて粉にする、粉々にする、粉々をもっと粉々に細かくすると、きのこになります。はい、きなこですね。はい、きなこになります。もやしの芽が、大豆の芽が出てきたぜ。大豆の芽が出てね、
びっくりすると芽が飛び出るよね。雨が降ってきて、はい、雨が降ってきて芽が出た。あの人も50過ぎてこれからいよいよ芽が出るかもしれないね。それから、大豆の花が咲きます。大豆の花が咲いたぞ。はい、大豆の花が咲いてふさふさお豆が実ったぞ。そしてお豆さんたちは空の彼方へ飛んで行きましたやっほーはいはい、お豆さんたちがまた戻ってきました。めでたしめでたし。はい、めでたしめでたしの後では大豆さんたちが大豆の房が黄色くなって、そしてお豆になって、こうして、豆腐ステーキになったり五目豆になったり、豆腐のお味噌汁だよこれ。はい、みんなで命の力をお返しします。大豆さんおかげさまでした。ありがとうございました。大豆さんがよかったな、食べてもらえてよかったな、たーちゃんに食べてもらえてよかったなって言って、見えない力になってパタパタパタって飛んでいきました。はい、やっぱりたーちゃんの近くがいいなって言って、こうやって飛んできて戻ってきました。おしまい。はい、次は筒井家の、女の子は花ちゃんです。ここにあるのは果物のお花です。違うよ、桃の花。